ッチじゃなくてバックステッチだった。見てなかった。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所サリーです。今回はこちらのクチュリエさんの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍フレームの回からこちらの夏ハゼの実の図案を刺繍していきます。でこれまでの積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍フレームの回の動画は再生リストからご覧になれますので、そちらもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録といいね評価もいつもありがとうございます。それでは今回のキットの内容なんですけど、まずこのいつものセット内容が書かれていて、で裏面には図案の刺し方が書いてある紙が1枚と、いつも最後に解説させていただいているこの図案とちょっと解説が書かれた紙が1枚、図案の書かれた小さな布が1枚と、できた時にそれを飾るフレーム、それから今回は刺繍糸が12345色かな、ちょっと渋めの色が6色と刺繍針が1本分入ってました。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきましょい。はい、じゃあまずは茎って書いてあるんだけど、これ枝じゃないのかな。この部分を薄いアッシュっぽい方の茶色の糸を使って刺していきます。で糸は2本取り、刺し方はアウトラインステッチで刺していきます。なので、適当なところでステイトしてあげて、ここら辺からアウトラインステッチをしていきます。デニムっぽい青い生地にグレーの線ってちょっと見づらいねむしろカメラ通して見た方が見やすいかもしれない。よし、それではアウトラインステッチをこういって戻ってで、いいや、とりあえず刺して、この今2本ここに線があると思うんですけど、このね中身が全部埋まってるような感じなので、ちょっと様子を見つつ太めにするのか、ちょっとこれまず1本刺してみて様子を見ながら、2本行って戻ってくれば間埋まると思うんですけど、もし埋まらなかったらちょっと真ん中にも1本アウトラインステッチを入れてあげて、枝というか茎というかの部分を刺していってあげようと思います。見えない。この葉っぱがあって、こうとこうで分かれてるんだね。これすっごい見づらい。こことかこの細かいところも刺していけばいいのかな。これ本当にさ、リアルで見るとどうなってるのか全然わかんないけど、ついつい直接見てしまう。カメラを通した方がわかりやすいのについつい通さず見てしまうじゃあここを刺したついでに細かいところもいろいろ刺していって、あとここのさっき2本だったこの部分刺せば終わりかなと思うんですけど、なんかねほぼほぼ埋まっちゃって見えないので、ここら辺ぐらいまでは2本でいいと思うんですけど、あとは1本でも良さそうな気がする。見本もここまでやってるのか、ここまでが二重であとは一重なので、じゃあそんな感じで刺していこうと思います。ここの葉っぱまで一応二重になってれば OK っていうことにしちゃおうかな。こ
なんかちょっと離れちゃったな。ここだけちょっと埋める。このぶつかってるところで一回落として上戻ろうか。結局最後まで来ちゃった。そしたらここだけちょっと隙間空いてるのが個人的に気になるので、後ろ絡めて戻ってあげて、でこのちょっとした隙間だけアウトラインステッチを1つ入れて埋めてあげる。こんな感じでいいんじゃなかろうか。ここら辺の細かいところね、アウトラインステッチで刺しちゃったんだけど、アウトラインステッチじゃなくてバックステッチだった。見てなかった。そりゃそうだよね。なんでこんな細かいところアウトラインステッチするんだろうって思ってた。この細かいのはね、なんかバックステッチとかストレートステッチとかでよかったみたい。無理してアウトラインステッチにしたのに。でここまでさせたら葉っぱを刺していきます。特に葉脈を刺すわけじゃなくって、葉脈の真ん中のところから針を出して、この斜めの葉脈のラインぐらい、この角度でサテンステッチをしていきます。特に周りとかは刺さなくてよくて、そのままここの真ん中から出してこういう向きにサテンステッチをひたすらしていきます。ここの大きい葉っぱだけこっちの渋い緑で、他の2枚が明るい緑。それぞれ葉っぱの色が違うので刺していきます。じゃあまずこっちの渋い緑の方を3本取りで持ち替えたので、ひたすらサテンステッチで埋めていきたいと思います。この線が見づらくなっちゃうと思うので、この線のところをちょっとガイド的に刺しておこうかな。で反対側のガイドを先に刺しといて、なんかここだけ角度違う気がするけど、よし。であとはひたすらにサテンステッチをしていきます。じゃあこんな感じで、この1枚が終わったら明るい方の緑の3本取りに持ち替えて、同じように葉っぱを刺していきました。そしたら次はメインディッシュかな。メインディッシュの木の実の方に移っていくので、この深い赤と焦げ茶を3本取りで刺していきます。ちょっと見本を見ながら、ところどころさっきのこの枝と同じ茶色、薄い方の茶色を2本取りでフレンチナッツステッチをしていきます。こっちの一応エンジ色って書いてあるんですけど、このボルドーみたいな色の方の木の実から3本取りでサテンステッチをしていって、でその後こっちの焦げ茶の方の木の実も同じように3本取りのサテンステッチ、それが終わったらこっちの茶色の2本取りに持ち替えて、これを使うところにフレンチナッツステッチを2回巻きで刺していこうと思います。ボルドーの3本取りにしたら、このサテンステッチの向きはこう線が入っているので、この向きに沿って刺していきたいと思います。よいしょ。前回のねアクトーチスの時に花びらの色をちょっと勘違いして刺してたので、今回はちゃんと図案を見ながら間違えないように刺していこうと思います。なんか図案の線が分かんなくなっちゃうから、ちょっといまいち自信が持てない。
ちょっと緩やかな丸にしたいの。でもこんな感じか。したら次は向きがこうかな。じゃあこんな感じでサテンステッチして、この実の部分が全部刺せました。なんかところどころ丸くない気もするけど、じゃああとはこの枝と同じこのアッシュみたいな茶色を2本取りで持って図案を見ながら、ここのちょっとちょんちょんってついてるあたりにフレンチナッツステッチをしていきます。まず入れたいところ、このチョンをつけたいところに適当に糸を出して、でフレンチナッツステッチ2回巻きなので2回巻いてあげて、で出してきたところのすぐ隣に2回巻いて、すぐ隣に刺す。よいしょ。でこっち側の巻いた方の糸を少し引っ張りながら落とす。ちょっとこっち側寄りすぎちゃったかな。気持ち中央目にやってもいいかも。ここも2回巻いてすぐ隣に刺す。でこっち側は引っ張ったままで落とす。こんな感じでひたすら図案を見ながらフレンチナッツステッチをしていきます。はい、じゃあこれで植物の部分は完成です。あとはグレーの糸を2本取りに持ち替えて、この夏ハゼっていう名前の部分をバックステッチで刺していきます。はい、じゃあなんとか刺せたので、これであとはこのフレームに入れて完成です。はい、積み立てを集めた花と木の実のサンプラー刺繍フレームの夏ハゼの実完成しました。で今回は、刺し方としてはそんなに難しい刺し方とかは特になかったんですけど、背景になってる布がちょっとなんだろう、デニムっぽいというか、青と白かなの混じったような布で、そこに細いグレーの線で図案が描かれていたので、結構ね途中で図案を見失っちゃうのが難しいところだったかなと思います。でサリーはこういう撮影をしているので、カメラを通してこう図案を見た方が正直刺しやすかったかなと思います。リアルで見ると本当に図案の線がどこだかわからないんですけど、ちょっと裏技的にカメラを通すと少し図案が分かりやすかったかなという、体感見やすいかなと思いました。特に見づらかったのが夏ハゼって書いてある文字のところ、これ下の図案もグレーだし糸もグレーなので、そこがねもう刺したんだか刺してないんだかが結構わからなくなるのが難しかったかなと思います。じゃあ今回も夏ハゼの解説をしていこうと思います。夏ハゼの実っていうのは結構日本全国幅広いところに自生してる植物、木らしくって、ブルーベリーの仲間みたいで、結構ジャムとかにして食べたりもするような実らしいです。お花はスズランみたいな小さな花を咲かせた後に
こういう風に房状に木の実をつけて、しかも葉っぱは紅葉もするみたいです。栽培する方は結構暑さにも寒さにも強いみたいなので、栽培するのはそんなに難しくない植物みたいです。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの花と木の実のサンプラー刺繍フレームの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の花と木の実のサンプラー刺繍の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。